みくです。今日は久しぶりのバッグの中身をご紹介したいと思います。というのもこちらじゃん、私のブランドヒンクヌンクから2024年に発売されたワンハンドルショルダーレザートートバッグ、こちら新たに新色を追加して再販が決定しましたので、このバッグのご紹介を兼ねつつ最近の私のバッグの中身をご紹介していきたいと思います。それではバッグの中身動画スタートです。はい、それでは今回は荷物が多い日のバッグの中身をご紹介していきたいと思います。そんな日によく使うのがこちらのワンハンドルショルダーレザートートバッグです。トートバッグの革バージョンとしてたくさん物を入れてガシガシ使いたい、そういう思いから私は2年半前にこちらのレザートートバッグを作りました。なのでこのバッグは仕事の日や旅行、あとは外で本を読んだり作業をしたい時によく使っています。このバッグのこだわりポイントは2つあって、まず1つ目はこのバケツ型の形と使いやすさです。このバッグはマチがあって高さもあるので14インチの PC もすっぽり入りますし、そこにさらにポーチやあとはタンブラーなどたくさん物が入ります。でバッグの中はあえて仕切りを設けずチャック付きのポケットを内側に1つ設けていますので、そこに財布やスマホなどの貴重品を入れて持ち歩くことができます。そしてこのショルダー部分、このショルダー部分はね、毎日快適に使っていただくために特にこだわりました。このショルダーの部分を太めに作って、さらに中に芯を入れているので肩掛けした時に思った以上にね軽く感じていただけるかなと思います。私は心配性なので結構荷物をたくさん持ち歩いたりするんですけど、このショルダーの部分が細いと本当にこの肩のところにね跡がつくぐらい食い込んでしまって、すっごく痛かったりとか重さを感じて、それがね長くね大きな大容量バッグを使えない理由になっていたんですけど、このショルダーにしたことで PC をね一日中持ち歩いても結構ね肩にそんなに負担かからず過ごすことができて、なのでねこの2年半本当にね日常的にたくさん使うことができました。でさらにねこの再販に向けてこのショルダー部分をね少し改良しました。こちらの長さを45センチから48センチ3センチ伸ばすことによってバッグを肩にかけたまま荷物が取り出しやすく、厚手の服を着ている時でも肩掛けしやすいように少しね長さを出しました。そしてねこのレザートートバッグは本当にたくさん荷物が入るので、ライフスタイルに応じて荷物を入れていただけるように、こちらのショルダー部分の取っ手の部分ですね、ここを使用していく上で破損をねなるだけ防げるようにカシ目をつけました。このカシ目をつけたことによってより長く皆さんに愛用していただけるかなと思います。続いてこだわりポイント2つ目、それはこの革の質感と色味です。使用しているのはイタリア製の牛革です。このねイタリアンレザーならではの発色や柔らかさ、そしてツヤ、これがねお値段以上の高級感を感じさせてくれますし、何より使えば使うほど味が出てきます。これがね新品のレザートートバッグのグリーンなんですけど、こちらが2年半私がリアルに使用したレザートートバッグです。このね絶妙なくたっとした感じ、そして使えば使うほどねツヤが出てくるので、どんどん本当にね素敵になっていくんですよ。このバッグが、この私がね2年半リアルにガシガシ使って出てきたこの味のあるこのバッグ、このバッグの質感を見て私のね友人も今回のレザートートバッグ欲しいなって言ってくれて、それがすっごい嬉しかったですね。でこの初代2024年に発売したグリーンのカラー、こちらは本体がダークグリーンで、そして取っ手の部分が少し明るめのグリーン、この配色がね他にはなかなかないカラーで大変ご好評をいただいております。なのでこのね初代のカラー、こちらはね必ず今回再販にねしたいなと思って同じカラーをご用意しました。そしてさらに新色なんですけれども、新色もグリーンのように本体と取っ手のカラーをね少し変えて色でね楽しむっていうことも考えたんですけど、これをねずっと2年半使ってきて、新色はシンプルなブラックとブラウンのカラーが欲しいなって思ったんですよ。このバッグ自体が使いやすすぎるんです。なのでねちょっとシンプルなカラーを作りたいということで、今回ブラックとブラウン2色ご用意しました。その2色がこちらです。左がブラックで右がダークブラウンです。
ちらとってもシンプルな定番のカラーをご用意しました。こちらの3色展開で今回レザートートバッグ販売していきたいと思います。こちらの新色については動画の後半でねまた詳しくご説明していきますので、ぜひ動画をね最後までご覧いただけると嬉しいです。お待たせしました。ここからはバッグの中身をご紹介していきたいと思います。まずこのねバッグの取っ手と取っ手をつなぐこの輪っかの部分、ここにねちょっとストラップをねよくつけたりするんですけど、ここにつけているのはまずはこちらビーズのストラップですね。私の知り合いのちかさんっていう方がいるんですけど、その方がハンドメイドで作ってるビーズのストラップですね。このビーズのストラップがねすごく可愛くて大好きで、よくね購入していろんな種類のものを持ってます。で今つけてるのはこのちょっと短めのタイプ、こちらのビーズのストラップをバッグとかにつけてます。ラブズジュエリーというアカウントで定期的に販売してるので、そちらでね購入することができます。一点物のビーズストラップです。こちらのストラップの丸カンにこちらハリボーのミニポーチをつけてます。これは最近ねプラザで購入したんですけど、このポーチの中に有線のイヤホン入れてます。こういうイヤホン入れるのにぴったりサイズのポーチなので、レーザートートバッグのこちらの輪っかの部分につけてね持ち歩いて、イヤホン使いたいなって時にここからさっとねイヤホン取り出して使ってます。はい、そしてあとバッグに入れてるのはこちらスマホです。今スマホはね iPhone16 Pro Max を使ってます。このねスマホケースはね最近変えまして、今はケースティファイとマリメッコのコラボのものをね使ってます。マリメッコがね好きなので、こちらのコラボが出た時に本当にたくさんのフォロワーさんから「ミクさんケースティファイとマリメッコのコラボが出ますよ、どれ買いますか?」みたいなメッセージをいただいてて、でもその時はねボナペンチュラのスマホケースに大満足してたから、まあいらないかなと思ってスルーしようとしたんですよ。でもその後にもうインスタグラムの広告にもずっと出てくるようになっちゃって、やっぱりずっと見てるとね欲しいなって思うようになっちゃうんですよね。本当に何回も見させられると、その戦略にまんまと乗せられて、購入しました最近。でこちらケースティファイの本体、こちらの本体カバーはクカスタクッカーンというピンクとブルーグリーンの配色が可愛い花柄のものをね買いました。そこにブニッコ柄のカードケースですね、これをマグセーフでピタッとつけて持ち歩いています。カードケースということで、この中にね1枚か入って2枚ぐらいカードを入れることができて、カードケースというよりか私はこのスマホスタンドがとっても便利だなと思って、このカードケースをね追加で購入したんですけど、パカッて開いてスマホスタンドになるので、テーブルに置いてね動画を見たりとか作業してる時にこうチラッとね携帯をこう見てメールの返信をしたりとか、そういうのにね役立つスマホスタンドみたいなものが欲しいなと思ってたから、このカードケースがスマホスタンド代わりになるっていうのがねすごくお気に入りです。あとはいつも絶対に持ち歩いてるのがカメラですね。カメラはね2台持ち歩いてて、1つ目はこちらソニーの ZV-E10 というカメラを持ち歩いてます。YouTuber なんで動画を撮るので、外に行った時に ZV-E10 では景色だったりとか、あとは食べ物のインサート、それをね撮る時に使ってます。スマホでもいいんですけど、こういう Vlog 用のカメラみたいなものを使うと映像に深みが出る感じがして気に入ってて、少し重いんですけど常にこれをね持ち歩いてます。あとこちらカメラ、もう一つはこじこじのポーチの中に入れてるのがキヤノンの IVIS ミニ X ですね。もう今はね販売されてないカメラで、でもこれがすごく好きで絶対ね持ち歩いてます。この IVIS はこういう風に液晶パネルをね立ち上げて、そしてこのスタンドのところを立ち上げるとテーブルにねこう置くことができて、でそしてこう広角で動画を撮ってくれるんですよ。でそして音質もいいので、出先でちょっと喋る時とかご飯を食べたりとか作業してるシーンをワンカット撮りたい時に至近距離で置いても広角で全体を映してくれるので Vlog 用の映像にねも最適なんです。なのでこの IVIS と ZV-E10、こちらもねセットで常に持ち歩いています。次はお財布ですね。お財布は今はシャネルのものを使っています。
1個前がですねボッテガの黄色の財布を使ってて、それもすっごく気に入ったんですけど、やっぱり黄色っていうのとボッテガの革の質感なのかわからないんだけど、汚れが結構ね目立ったりとか、財布の角のところが結構擦れて、それがねちょっと気になったんですよ、見た目的に。で友達に次の財布どういうのがいいかなみたいな感じで相談したら、周りの友達みんながシャネルのこの黒が一番いいよって、へこたれないし汚れも目立たないし、シャネルの黒って言われて、でシャネルのこの黒のこちらの財布を1年半前ぐらいかなに購入しました。でそこからずっと使い続けてるんですけど、本当にいいですね。全然なんかもう汚れとか、あとはこの辺の角張ったところの擦れとか全くなくて、ちょっとパンパンに入れちゃってるから形がねいびつになってるんですけど、本当に綺麗に保っててくれて気に入ってます、この財布。はい。次はですね、夏といえばのアイテム、こちらハンディファンです。今年はなんか冷夏なんですかね、去年よりね暑くないみたいなことをニュースとかでね見聞きしてるんですけど、でもそれでもやっぱりじんわりと暑いですよね。日がある日は外に出てるとやっぱじんわり暑くって汗とかねかいちゃうんですよね。で今年ねハンディファンをね導入しようかなと思ってて、これも友達にね話したところ、3COINS にマグセーフのスマホにつけれるハンディファンがあるよって教えてもらって、すぐ 3COINS にね駆け込みました。このハンディファン、この下の丸のとこね、ここがマグネットになってるので、マグセーフのスマホにピタッとつけて、でここのね背面のところにスイッチがあるので、ここ長押しすると、はい、風が自分の方に向かって吹くんですよ、スマホ持ちながら。でこれ強さもね3段階調整できて、これスマホを操作してる時にちょうどおでこに当たるんですね。夏の時期ってこの前髪周りがすっごい汗ばんじゃって、でこの髪型も崩れるし、ファンデーションもよれるしみたいな感じで、それが一番嫌じゃないですか。でもその部分をこう重点的にこう携帯いじりながら風を当ててくれるのでとっても最高です。ただちょっとねやっぱ目にもかかってくるからドライアイになりそうな感じはあるんですけど、頭のこの辺熱いっていうのをスマホを操作しながら風をね当ててくれるのが本当に最高です。でこれのねいいところはね、これ自体がスリムで軽いんですね。なので小さめバッグにもスポッて入るし、マグセーフにつけなくてもこのまま手持ちで使うこともできるし、土台の部分、ここの部分にスタンドがあるので、スタンドをこうやって立ててテーブルの上でねこう使うこともできます。画期的なアイテムだなと思って感動してます。やっぱ持つべきものは情報通の友達ですね。愛ちゃんありがとう教えてくれて。ということでこれを今年の夏活用して暑さをねしのいでいきたいと思います。次はこちら、この細長いポーチの中に入っているのは折りたたみ傘です。その辺の雑貨屋さんで購入したものなんですけど、エスターってブランドかな。これが UPF50 プラスなので、雨傘としても使えるし日傘としても使える、そういう折りたたみ傘になってます。今梅雨の時期常に持っていたいなと思っていて、軽くて薄いのがねとっても気に入ってます。でこのポーチは何かっていうと傘用のポーチです。中がねちょっとこういう感じで水分を吸ってくれそうなタオル地になってて、これも 3COINS で見つけたんですが、この濡れた傘をねここに入れることでこの中の内側のタオルで水分を吸ってくれるっていうポーチですね。次はこちらペットボトルとペットボトルカバーですね。中はお水です。はい、お水をね持ち歩くようにしてて、こちら外のペットボトルカバーはスヌーピーのものなんですけど、プラザで見つけて購入しました。すっぽりとね包み込んでくれるタイプのペットボトルカバーです。あとはこちらハンカチも持ち歩いてます。これはヒポポタマスとムーミンのコラボのものですね。ムーミン谷の彗星、その絵が施されてるこちらのタオルとってもお気に入りでいつも持ってます。次はこちら、本もね結構持ち歩いてます。でこれはちょっと宣伝も兼ねてるんですけど、私が書いた本です。一人で旅するフィンランド、去年1ヶ月フィンランドに行った時の旅日記っていうのを本にしました。夏のフィンランドで1ヶ月過ごした様子を文章、そして絵と写真で表現しています。やっぱ自分の本なのでもう中身ね全部知ってるんですけど、やっぱり本になったっていうことが嬉しすぎて愛おしすぎて、ちょっと外に持ち歩いて自分の本を自分で読むっていうこの楽しみにね今浸っています。はい、こちらのコウヨトリ文庫から発売されている一人で旅するフィンランド、現在も販売中ですので、ぜひ公式ホームページチェックしていただけると嬉しいです。はい、
で次はこちらリップポーチですね。こちらのリップポーチ、これはキコちゃんからもらったんだけど、まるちゃんのガチャガチャでこういうキルト調のね小さなポーチがあって、でそれで私の分もねくれたんですけど、このねポーチがねほんと気に入ってて、リップポーチとして今使ってます。このポーチの中にぎゅうぎゅうにリップを詰めてるんですけど、まずはこちら、これはトリデンのリップですね。トリデン SIC リップエッセンスです。これなんか最近すごくよく見ますよね。なんかみんな持ってる気がするんだけど、友達も持っててすごいいいよっていうことで最近買って使ってるんですけど、これは角質ケアと保湿が叶うリップだそうで、最近唇がすっごくカサカサするので気になった時に塗るようにしてるんですけど、しっかり潤うのになんかベタベタしすぎないところがとっても好きで、確かにこれはね人気出るわなと思って気に入って使ってるんですけど、最近ね保湿用のリップはトリデンのリップクリーム使ってます。でここから私のリップ好きがね火を吹いてくるんですけど、まず1つ目、ピンクワンダーというブランドのホホバリップバターですね。ミュートバーガンディというカラーです。このトリデンとね似たような感じで、これホホバリップなので保湿系のねリップですね。でこれは色付きということで、唇が荒れててティントとか口紅はちょっとお休みしたいなっていう日でも、それでも色が欲しいなっていう日に使ってます。割としっかり色乗るんですよ。ミュートバーガンディっていうカラーが濃いカラーだからかもわかんないんだけど、色乗ってる感じしませんか？バーガンディのね深めのカラーが大人の印象を与えつつ、リップバターということで薄付きなのでナチュラルな印象を与えてくれます。今回リップねちょっと実際に塗ってどんな感じかちょっとお見せしたくて、リップオフ毎回していこうと思うんですけど、次はこちらセザンヌのウォーターティントリップ07番です。これもすっごいよく使ってます。私こんなリップラバーなのにリップ自体を家に忘れることが多くって、そういう時にね毎回ドラコスに走ってこのセザンヌのウォーターティントリップ07番を買えばとりあえずね安心という感じで、これすごいいいんですよ。カラーが肌なじみがいいカラーで、これねウォータリーティントということでうるうるっとしたツヤ感と、あとは色持ちもね持続するのですごく気に入ってます。次がこちらフィーのローズ・オブ・セッション・ステイ・フィット・ティント GW02 スプリング・ローズというカラーです。これもティントですね。スプリング・ローズということで結構明るめカラーなんだよな。はい、結構ねオレンジピンク系のカラーです。わかるかな？同じような色味のリップばっかり持ってるからあんまり変化わかんないかもしれないんですけど、これ結構ね明るめオレンジピンク系のカラーで、明るめカラーなんだけどトーンは落ち着いてるから顔にね血色を与えてくれつつ大人なね印象は残してくれるんですよ。でこのね色合いがすごく絶妙でとっても気に入ってます。はい、あと次こちらですね。コスメデコルテルージュデコルテのクリームグロー 21G というカラーです。これはねインスタのサブスクメンバーに教えていただいた口紅で、これもねすごくいいんですよ。スルスル塗れて唇が荒れにくくって、でなんか縦じわもねちょっと消してくれる感じもあるんですよ。でやっぱ口紅なのでしっかり発色してくれて、きちんと感というかしっかりお化粧してる感みたいなのが出るんですね。ちょっとドレッシーな格好したりする時とかフォーマルな場に出る時、そういう時はねこのコスメデコルテのこちらのクリームグローを入れてちょっとこう全体的にちゃんと化粧をしてますっていう雰囲気を出すのにね重宝しています。最後こちらラカのデビルリップ812番ですね。これはねもううちらの美容番長愛ちゃんが使ってて真似させてもらったリップです。はい、ラカのリップなんですけど、これすっごい良くて一塗りでねしっかり発色するんですよ。なのにシアーな感じがあって抜け感があるのがとっても良くて気に入ってます。でこのなんていうかプラムっぽい感じの紫に近い深めのカラー、これがねすごい大人っぽさを演出してくれて、こういうね夏の時期こそ唇をね暗めに持っていくとね締まるんですよね。私の場合使い始めたばっかりですけどとっても気に入ってリピートしようかなと思ってます。
次もう1個ポーチ入ってます。もう1個大きなポーチ入れてるんですけど、このポーチはタピオビルカラ店に行った時に購入したポーチですね。こういう大きめの布のポーチってあんまり持ってないので、このタピオビルカラのポーチがすっごく使いやすくて愛用してます。この中に入ってるのはマリメッコのヘアクリップです。これすごいお気に入り。マリメッコのヘアクリップは本当いろいろ持ってるんですけど、この3連のこのタイプのヘアクリップ、これが結局一番使いやすいかも。ホールド力もいいし、でこの茶色、こういう茶色のダークトーンのカラーのヘアクリップがなんだかんだ一番使うなと思って、これをね結構よく使ってます。どんな服にも合うカラーですね。あともう1個ヘアクリップ持ってて、こちら見えるかな。これはですねジェニーレモンというブランドのヘアクリップで、ブルーベリーなんですね。かわいい。フィンランド好きなので、こういうブルーベリーとか見るともうどうしても買わずにはいられないんですけど、こんなちんまりとしたヘアクリップいつ使うかなって、買ったはいいもののって思ったんですけど、意外と使えるの。最近ちょっと前髪をこういう風に流してるじゃないですか。だからなんか外とかで作業してる時とか本読んでる時にこっそりこのねブルーベリーのやつをねここにこうつけてんですよ。前髪邪魔だから。これで本読んだりとか下向きながらこうやって iPad いじったりとかする時に前髪がさこうかかってこなくて最高なんですね。こう傍から見たらちょっとバカっぽいんですけど、なんか下向いてたらあんま気づかれないかなと思って、そういうなんかちょっと集中したいモードの時にこれで前髪をねちょっと固定するとすっごい集中できるんですね。なのでそういう時にこっそりで使ってるアイテムです。であとはヘアブラシ持ち歩いてます。ちょっともう長年使い続けてボロボロなんですけど、こちら彼からね付き合って初めてもらったメイソン・ピアソンのヘアブラシなんですけども、十何年選手ですね。コームよりやっぱりヘアブラシの方が私は好きで、どうしてもねかさばるけどこのヘアブラシを持ち歩いちゃうんですよね。メイソン・ピアソンのヘアブラシはねこうやってちょっと溶かすだけでね髪がねこうスルッとまとまってツヤを出してくれるので、いつも持ち歩いてて、このヘアブラシとヘア系でいうとこちらスミデのヘアバームも持ち歩いてます。スティックタイプのヘアバームなんですけど、これがアホ毛がねちょっと気になるなって時とか、あとは髪の毛邪魔だなっていう時にポニーテールにねしたりするんですけど、ポニーテールにする時にこの側面のところにこうヘアバームなじませるとしっかりね綺麗に髪がまとまってくれたりするので、意外とね使うんですよね。やっぱアホ毛気になりません？特にこの梅雨の時期とか髪の毛がなんかパヤパヤしてきちゃって、アホ毛あたりぴょんぴょんしてるのが気になっちゃう時に、このスミデのヘアバームでこう撫でてあげるとスッとね馴染んでくれてベタベタしないのがねすごい気に入ってます。あとは夏だとすごいテカリが気になるのでこれも持ち歩いてます。チャコットのコンプレクションクリエイター N クールですね。このチャコットのパウダーのキャッチコピーが炊き汗でも崩さないということで、代謝が良すぎる私のねもう強い味方ですね。もうすでにテカってきてるんですけど、今撮影中でこのライトを浴びててちょっと汗ばんできてテカってるんですけど、テカってる時にちょっとこうやって押さえるだけでもこの辺サラサラです。でこれがなんか夏限定の N クールということで、結構なんか清涼感を感じられるっていう歌い文句なんですけど、あんまりそれは感じないですね。そんなスーッとするような感じはしないんですけど、ただこの持ち歩きやすいこのね薄さがすごく良くて、これでちょっと夏のね汗ばんだ肌のね皮脂抑えたいなと思って持ち歩いています。あとは、目薬だったりとかマルチバームを持ち歩いてます。このマルチバームは台湾の雑貨屋さんで購入したんですけど、この小さなねコロンとした陶器の中にバームが入ってて、よもぎとユーカリかよもぎとレモンみたいなそういう感じの匂いだったんですけど、このバームでねちょっと指先のちょっとこの甘皮の部分のケアだったりとか、乾燥しているなっていうところに塗り込んで匂いもいいので気に入ってて、でこれ買ったところの雑貨屋さんでもうこのバームは厄除けのバームだよって、お守りとして持ち歩くバームだからって教えてもらったので、今年厄年なのでちょっと厄除け的な感じの意味合いも込めて持ち歩いてます。次はこちらです。セルボークのクーリングロールオンです。これはねボディ用化粧水ということで、これを例えばこの首筋のとことか、あとこめかみのとことか、ここにちょっとねコロコロってするだけでもうスーッてしてね
めちゃくちゃ気持ちいいんですよ。でこの首にロールオンした後に扇風機で風当てたらもうさらに涼しくなって快適。夏にこめかみにもね塗ることができるので、私結構頭痛持ち、片頭痛持ちだからちょっとね頭痛してきたなみたいな時にこのロールオンのねこのボディ化粧水をここにこうちょろちょろって塗るとスーってしてねちょっと気分紛れるんですね。あとはもう本当にこのティッシュとかね、この海外のこのポケットティッシュ大好き。マスクね、使い捨てマスクでしょ。絆創膏と無印のねピルケース、この中に頭痛薬とかねそういう日常で飲むお薬入れてます。このピルケースにちょっとシールとか貼ってね可愛くデコったりしてたりとか。次またポーチ。どんだけポーチ出てくるんだって感じだと思うんですけど、これはねガチャガチャで引きましたピングーの布ポーチです。でこのポーチの中にはおやつ系入れてます。これ大好き、ベニバイツの干し芋バー。もう原材料さつまいもだけでできている干し芋バーなんですけれども、本当にこれ美味しいし腹持ちがすごくいいので、バタバタして朝ごはん食べずに外に出ちゃって小腹空いたなっていう時にこの干し芋バーをね食べたら結構昼までお腹膨れます。この干し芋バーがね好きすぎて常に2個ぐらい持ち歩いてます。あとはカロリーメイトも最近持ち歩いてるの。カロリーメイトのチョコレート味なんだけど、小腹空いたなっていう時に移動のね合間に食べやすくって、このセットはね最近持ち歩いてますね。であとはプラザで見つけて美味しくてハマってるんだけど、蜂蜜アールグレーキャラメル。これめっちゃ美味しいんですよ。アールグレーの香りがねしっかりとねするキャラメルで美味しくて、なんかせかせかしてる時とかイライラしてる時にこれパクッと食べると、あー幸せ、ちょっと落ち着こうみたいな感じになって、なんかこう切り替えになるんですね。それで持ち歩いてます。最近プラザで買えるので、ちょっと見つけたらぜひ食べてみてください。美味しいので。なんかいつ災害起きてもおかしくない世の中じゃないですか。一回なんか地震があった時に新幹線かなんか乗ってた時があって、その時にね3時間くらい閉じ込められて、でお腹空きすぎてしんどかった経験があるので、なんかそこから結構ねこういう腹満たしアイテムみたいなものは無意識的にね持ち歩くようになったかなと思ってます。はい。でこういう大きなバッグの時はいっぱい入るからってなんかたくさん持ち歩いちゃってるので荷物にはなるんですけど、時には必要になるアイテムなのでカバンに入れてます。あとはこの内ポケットですね。内ポケットの中に入っているものを最後にご紹介して終わりたいかなと思います。一つ目はバイレードの鏡です。開くと上が普通の鏡で下が拡大鏡になってるんですね。見た目も可愛いし薄くてちょうどよくて持ち歩いてます。あとはミンティアでしょ。アトリエ用と、自宅の鍵2つをキーチェーンにつけてるんですけど、セブンイレブンでやってたピクサーの一番くじで当てたバグズライフのホテルキーのようなキーホルダーと、あとはイギリスのオックスフォードで買ったアリスの鍵のキーホルダー、はい、これをつけてます最近は。はい、以上私の最近のバッグの中身でした。動画の後半ではこちらワンハンドルショルダーレザートートバッグ、新色のブラックとブラウンの詳細についてと、あとはこう色をね決めかねているっていうね方も多くいらっしゃるかなと思いますので、コーディネートをねいくつか組んで合わせてね持ってみて皆さんの参考になればなと思っています。まずはブラックですね。ブラックは本当にすっごくいい色で、革のこのツヤ感っていうのがね一番よく感じられるカラーかなと思います。とっても本体もオールブラックに仕上げました。でこのねブラックのレザートートバッグ本体がねとってもクールでかっこいいので、この取っ手と取っ手をつなぐ金具のところとかカシメのところ、ここはね全部シルバーにしました。他のこのブラウンとグリーンは金具の部分はゴールドです。このブラックだけシルバーにしました。お仕事用にもね使いやすいと思いますし締まるかなと思います。でこのブラックのトートバッグ裏地はロイヤルブルーのカラーを採用しました。お仕事用に購入してくださる方も多くいらっしゃると思いますので、このバッグを開けた時の裏地があまりにも派手すぎるとちょっとね芯にそぐわない場面もあるかなと思い、ロイヤルブルーというね落ち着いたカラーを採用することで全体的に大人っぽい印象でね持っていただけるかなと思います。はい。
で次こちらがダークブラウンです。ブラウンなんですけどダークブラウンということで濃いめの大人っぽいカラーになってます。なのでちょっとね黒とね見分けがつきにくいかなと思うんですけど、映像越しだと。でもね外で持ち歩いたりすると日の光に当たれば結構ね茶色が濃く出てきます。なのでブラックとダークブラウン全然違います。今もう少しこうやって肩にかけただけでさっきのブラックとは印象変わってるかなと思うんですけど、やっぱりブラウンなので全体的に柔らかい印象を与えてくれます。なのでお仕事用にもね全然使っていただけるんですが、私服にねすごく合うカラーかなと思います。シンプルな格好の中にもフェミニンさだったりとかちょっとガーリーさみたいなそういう要素を入れるのがね好きだよっていう方はブラウンがねとってもコーディネートに合うかなと思います。このブラックは男性でもね使えるようなそんな性別問わないカラーなんですけれども、このブラウンはねちょっと女性的な可愛らしさがありますね。さらにですねこのブラウンの好きなところは中の裏地がパープルなんですね。これがすごく可愛くて、さっきのブラックのカラーのトートバッグはカバンを開けた時の色のねギャップが起きないように裏地を選んだんですけど、こっちのねダークブラウンの方はカバン開けた時に中のパープルがねパッとね目に入ってきてすごくこう気分が上がります。毎回ね可愛いなこのカラーリングって思いながらカバンを開けてますし、裏地がねパープルで明るいカラーなので中のものがすごく見えやすくて物をね探しやすいです。これをね制作している間皆さんからブラックとダークブラウンどっちのカラーにしようか迷うっていうねお声をたくさんいただいているんですけど、私のおすすめはやっぱりこう自分の手持ちの服の系統だったりとか、あとはアクセサリーによって色をね決めていただけるといいかなと思っていて、シルバー系のアクセサリーが多いよっていう方はこの黒だと全体がねすごく引き締まるかなと思います。この金具がシルバーなので。で私の友達の中ではのんちゃんはこちらの黒が欲しいって言ってくれてるので、のんちゃん結構メンズライクじゃないですか割と。なのでそういうのんちゃんのコーディネートが好きだよ、私もそういう格好してるよっていう方は黒がね使いやすいかなと思ってます。でこちらこのダークブラウンはね愛ちゃんがね欲しいって言ってくれていて、スカートを履いたりとかレイヤードをしたりとか可愛らしいお洋服をねよく着てるかなと思うんですけど、愛ちゃんみたいななんかそういうねおしゃれさんはこのダークブラウンいろんな服の組み合わせで持っていただけるんじゃないかなと思います。両方持っててももう全然使い分けできるっていうどっちも推しです。なのでちょっとね 2,3 パターンこのブラックとダークブラウン、あとは初代のグリーンでコーディネートね組んでお見せしたいと思います。はい、まずはダークブラウン、同じようなカラーのノースリーブのトップスに太めのねデニムを合わせてます。このコーディネート最近よくしてます。可愛くないですか？結構同じようなトーンで合わせてちょっと青のねデニムで抜けさせる、そうするとねすごく可愛く上品に持てるかなと思っていて、つい最近もこのコーデでねお出かけしました。こうやって同系色のカラーに合わせるとバッグの色の感じわかるかなって思うんですけど、結構ねちゃんとこのバッグは茶色です。はい、あとはこういうねネイビー系のトップスに合わせても合います。結構万能なんですよねダークブラウン。あと本当にこういうねもうすっごくカジュアルな T シャツ同系色で合わせてみたんですけど、こういうのにもねちゃんと合います。で今回取っ手を3センチ伸ばしたので、こういう会社にね着ていきそうなコートあるじゃないですか。これ実際私社会人時代会社に着ていってたコートなんですけど、こういうコートを着ていてもしっかりねこのバッグ肩分けすることができます。肩周りがねきついとかそういうことないですね。ちゃんとねこう肩かけながら荷物もねこう取り出しやすくなってます。はい、で次はブラックのカラーはこういう白 T に黒デニムとかにさらりと思ったらねすごくかっこいいかなと思います。シンプルな服であればあるほどブラックのカラーのレーザートートバッグ持った時に全体のコーディネートがね格上げされる、そんな感じがします。黒のフレンチスリーブそういうのに合わせてもねすごくかっこよくまとまるかなと思いますし、下はねこういうウニッコ柄の入ったデニムで遊んであげるとまたねちょっと見え方が変わるというかカジュアルにね可愛く持ったりするかなと思います。はい、あとブラックは
こういう秋冬のタートルネック、それにもねしっかり合います。めちゃくちゃ可愛い。もうブラックこそなんか冬にね合わせるコーディネートめちゃくちゃ多くなるんじゃないかなと思ってて、薄手のライトダウン、そういうライトダウンを着ていてもしっかりね肩にかけることができます。あまりにも腕がモコモコすぎるアウターを着てしまうと肩掛けしにくくなるかなと思うんですけど、さっと外出するぐらいのコートやアウターだったら冬でもねしっかりバッグ持っていただけるかなと思います。でさっき着た同じカラーのねコートにも合わせてみました。黒だとよりフォーマルな感じになって、本当これは会社用には間違いないという感じのカラーじゃないかななんて思います。で初代のグリーンはね結構皆さんが思ってる何倍もどんな服にでも合います。こういうグレーとねデニムのそういう格好にもねすごく合いますし、あとはねこういうワンピースにも合います。全然可愛く持ってるんですよね。黒にちょっと差し色でグリーン入れるっていう感じで持ったりしたりとかで、またねこの比較のために同じコート着てみました。こういうコートにも合いますよね。結構ね何にでも合うんです。全然違和感ないかなと思います。はい、ちょっとね宣伝感が強くなっちゃったかなって、心配してるんですけど、でももう本当にこのバッグだけはものすごく思い入れがあるし、2年半ぶりの再販なので今回はね本当お許しいただければと思います。それほど、このワンハンドルショルダーレザートートバッグは悩みに悩んで決めた再販なんです。2年半前2024年に発売した時は再販はしませんと皆さんにお伝えしてこちらのバッグ販売しました。その時はねまだブランドを始めたばかりでしたし、初めて私のブランドからバッグを出すということで、次2回目のバッグを作れるかどうかが分からなかった。なので今回限りだと思って再販はしませんということをお伝えしたので、その時にねもう再販はないんだと思ってちょっと無理してでもね買ってくださった方がいたと思うんです。その方のね気持ちをやっぱり考えると、なかなかね再販してくださいって言っていただいても踏み出すことができませんでした。なので2年半ずっと再販をお願いする声と、当時のね自分の言ってしまったこと、そこに対する折り合いというのがつけれなくて悩んできたんですけれども、やっぱりねリアルに2年半ずっと使ってきて本当に使いやすいバッグだなって自分自身でそう感じてるんです。で私のブランドではバッグの修理サービスなどは今のところねお受けすることができないので、この2年半前にバッグを買ってくださった方からバッグをね壊したくなくって、なかなかねこう頻繁に使えずにいますっていうそういうお声をいただいた時に、当時ね再販はないと思って買ってくださった方、その方ももしかしたらもう一回新たに新色とか手に入れたいなって思ってくださってる方もいるんじゃないか。そして自分自身もこのバッグがとっても気に入っているので、現行のカラーそして新色、そういうのをね増やしていきたいなって思ったんです。それでお世話になっている革工房の方に相談してみたところ、また同じ革でそして同じ値段で作っていただけるということで再販に踏み切ったという形です。本当にたくさんの方に協力していただいて、こちらのレザートートバッグ再販することができました。ブランド立ち上げて約3年半、私自身も少しずつ成長させていただいています。ヒンクヌンクというブランドを愛してくださってご購入いただいている皆さん一人一人を大切に思って、そして失望させないようにこれからもね頑張っていきますので、どうぞ温かい目でこれからもね見ていただけると嬉しいです。なので今回のワンハンドルショルダーレザートートバッグは悩みに悩んで決断したのだから、この良さを皆さんに知っていただきたいと思って少しね長めに紹介させていただいたんですけれども、本当に使いやすさ、革の良さ、値段感、どれをとっても自信を持ってお届けできる、そんな商品になったかなと思います。今日から6月28日23時59分まで受注を受け付けておりますので、ぜひこのバッグに興味を持っていただけたら公式ホームページだけでもいいので見に行っていただけると嬉しいです。皆さん最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ミックでした。